皆さん、こんにちは。ジャパセンの日本語時間へようこそ。今は3月の終わりです。日本では多くの学校で卒業式が行われているので、今日は皆さんに日本の卒業式について話したいと思います。このポッドキャストを聞けば、日本の卒業式の様子や好きな人の制服のボタンをもらうというロマンティックな文化がわかりますよ。皆さんの国では卒業式はどんなイベントですか？パーティーをしますか？それとも家族と一緒に写真を楽しみますか？日本でも卒業式は学生にとってとても大切な日です。今日は日本の卒業式の文化についていくつか紹介したいと思います。まず、日本の卒業式はだいたい3月に行われます。日本の学校は4月に新しい学年が始まります。ですから3月は学校の1年の最後の月です。そして3月といえば日本では春が始まる季節です。少しずつ暖かくなって桜の花も咲き始めます。そのため日本では卒業と春と桜はとても強く結びついています。日本の映画やドラマでも桜の木の下で卒業するシーンがよく出てきます。皆さんが好きなアニメやドラマで卒業式のシーンを見たことがあるかもしれませんね。次に卒業式の日の様子を少し紹介します。日本の卒業式は学校の体育館で行われることが多いです。学生たちは学校の制服やきれいな服を着て参加します。式ではまず校長先生が話をします。それから学生の名前が一人ずつ呼ばれて卒業証書をもらいます。そして学生が先生方への感謝のスピーチをすることもあります。卒業式では泣いている学生を見ることもよくあります。なぜなら友達や先生と別れる日だからです。日本では同じクラスの友達と長い時間を一緒に過ごします。ですから卒業の日はとても特別な日になるんですよね。そして日本の卒業式には少しロマンチックな話もあります。それは第二ボタンという文化です。日本の男子学生の制服には前にボタンがついています。卒業式の日、女の子が好きな男の子に第二ボタンをくださいということがあります。第二ボタンというのは上から2番目のボタンです。では、どうして第二ボタンなのでしょうか？それは第二ボタンが心臓に一番近い場所にあるからだと言われています。つまり、あなたは私にとって大切な人ですという意味があるんだそうです。そのため、好きな人から第二ボタンをもらう、またはあげる文化が生まれたと言われています。最近はこの文化は少し少なくなっているそうですが、今でも 80% の学生がこの文化を知っていて、
日本ではとても有名な卒業式の話なんです。もう一つ、日本の卒業式でとても大切なものがあります。それは卒業ソングです。日本の卒業式では学生全員で歌を歌うことがよくあります。その中のいくつかを紹介したいんですが、例えば有名な卒業ソングの一つに、川島愛の旅立ちの日にという歌があります。この歌は多くの学校の卒業式で歌われています。歌の内容は学生時代、友達としたことなどの思い出と未来への希望についてです。メロディーも素敵ですが、内容が卒業式の日にぴったり合うので、日本の卒業式を知るのにおすすめですよ。また、レミオメロンの3月9日という歌も卒業の季節によく聞かれます。この歌は友達や大切な人との時間について歌ったとても人気のある曲です。3月になると日本ではこのような卒業式に関する歌をテレビなどでよく聞くことができます。皆さんの国ではどうですか？卒業式の後、学生たちは友達と写真を撮ったり、先生に挨拶をしに行ったりします。お世話になりました。ありがとうございました。と言って先生に感謝の気持ちを伝えるんです。そして友達とまた会おうね、元気でね、と言って別れます。人によってはその友達ともうあまり会えなくなることもあります。ですから卒業の日は少し寂しい気持ちもあるんです。でも同時に4月からの新しい生活への期待もあります。日本では卒業は終わりではなく新しいスタートだとよく言われます。高校を卒業して大学に行く人もいます。働き始める人もいます。みんなそれぞれの道に進むのです。ですから日本の卒業式は別れの日であり、新しい始まりの日でもあります。皆さんの国では卒業式はどんな雰囲気ですか？日本と似ていますか？それとも全然違いますか？よかったらぜひコメントで教えてください。今日は日本の卒業式について紹介しました。それではまた次のエピソードで会いましょう。チャンネルの登録もお願いします。それではまた。